人生があったんですよ。ありがとうプロレス、さようならプロレス、ありがとうございました。東証アニマル浜口の若者よ、今この時を熱く燃えて生きよ。昭和62年8月20日、ありがとうプロレス、さよならプロレスの名言を残して、一人の偉大なるレスラーが18年間にわたるリング生活に別れを告げた。東証と言われたアニマル浜口である。国際プロレス、新日本プロレス、全日本プロレス、ジャパンプロレスのリングで終始一貫ひたむきに戦い抜いてきた浜口の不屈の精神は、見る者に多くの勇気を与えてくれた。今ボディビルジムの指導者として第二の人生での成功を収めたアニマル浜口が、現代の若者たちに呼びかける熱き心のメッセージ。今流れたテープは62年8月20日両国国技館での釜谷の引退セレモニーのテープでしたね、はい、あの中でこのリングに僕の青春があったって言いましたね、はい、その青春の思い出から聞いていきたいんですけど、はい、浜谷のプロレスラー時代は4つに分けられると思うんですよ、はい、1つが国際プロレス時代、2つ目が国際軍団として新日本プロレスに殴り込んだ時代、はい、3つ目が長州力と維新軍団を結成した時代、はい、4つ目がジャパンプロレスで全日本プロレスに殴り込んだ時代、はい、このまず国際プロレス時代からの思い出を聞いていきたいんですけど、はい、亡くなられた吉原社長はですね、僕を特に可愛がっていただきまして、またいつもプロレス界全体のことをですね、いつも考えておられましたね。で私欲の少ない人だと私自身思うんですけど、また男の生き方というか人生というものを吉原社長にですね、私随分教えていただきました。それとまたちょっと話がそれますけど、なかなか酒の強い方で、巡業に行きますと旅館なんかでですね、試合終わって夜食事するんですけど、みんな集まりまして、夜が更けるまで、明日試合やるときはね、それはやらないんですけど、明日休みで、さあ明日休みだからちょっといっぱいやるかっていうことで飲むんですけど、また国際プロレスの選手の方、酒をこよなく愛している人が多くいましてね、また酒がなくなるまで朝方まで飲んだのをよく覚えてますね。その国際プロレス時代に2度海外に遠征してますね、はい、最初は47年2月、はい、これインディアナポリスでブルーザーとやってますね、はい、WWA 世界ランキング5位にまで入ってる、はい、私第1回の初の海外遠征なんですけどね、私飛行機にですね乗ったことなかったんですよ、それまで、それで初めての海外遠征で初めての飛行機に乗ったわけなんですけど、それもハワイ経由ロサンゼルス、それでミネアポリスに着いたわけなんですけど、着いた時ですね、ちょうどミネアポリスの着いた時に夜中の12時なんですね。それでまたあっちの方が寒いもんですから、着いた夜寒いところに来てしまったなと思いましてね、もう夜もう零下何度ですから、それで体育マンホテルってところのペーパーがあるんですね。それで住所と書いてあるんですけど、まずリムジンに乗ることだけ教えてもらいましたから、でリムジンでなんとか大工マンホテルに着きまして、それでそういうことをよく覚えてますね、はい、インディアナポリスではブルーザーとかなりやってますね。はい、インディアナポリスですか。インディアナポリスではブルーザー、クラッシャーとか、よく戦いましたね。それでインディアナポリスではモーテルに泊まりまして、向こうのモーテルとこっちのモーテルでちょっと違いますけど、随分インディアナ市を荒らし回りましたね、はい。で2度目の海外遠征は51年6月カナダからプエルトリコへ行ってますね。はい、カナダはですね、私は第2回目の遠征ですから、ちょっと落ち着いたというかね、英語の方もかなり喋れるようになりまして、でカナダはミスターヒトさん、足立さんとずっとタッグを組まさせていただきまして、日本の食事なんかはもう
奥さんもご家族で向こうに行ってられたもんですから、僕はいつもご馳走になりまして、カナダは本当に楽しい旅で、ちょうど夏場だったもんですから、気候も良かったですし、冬はアイスバーンになって雪が多いんでなかなか大変なんですけど、夏場で気候良くっていろいろ試合地もそんなに遠くないですから、とにかく快適な旅というか快適な素晴らしい時期だったですね。でその寒いカナダから行った夏の暑いプエルトリコですね。それで大王様、東京城ですね、大王様にこれもブッキングしていただいたんですけど、暑いプエルトリコにトロント経由バッファロー、トロントバッファローニューヨーク経由でサンワンプエルトリコに着いたんですね。これで飛行場からパッと降りますとうわーっとする暑さなんですね。それで着いたカルロス・コロンナですね、オフィスで電話するわけなんですけど、出ないんですよね。で困ったなと思って、またしまったと思って、またもうスパニッシュばっかりですけど、英語も通じますけどスパニッシュなんですね。それでとにかくダウンタウン行ってホテルを見つけましてね、それでホテルに入ったんですけど、オフィスに電話しても出てこないんですよ。それでなんだかんだでしょうがないやいうことでね、泊まったんですけど、それで夜たまたまね下のチャイニーズレストランがあるんですけどね、そこで食事しまして、一杯飲みました。どうにもなれいことで飲んだ。それでたまたまそこはプエルトリコっていうのはギャンブルがね公営なんですよ。それでたまたまそのギャンブルに私下で飲んでたチャイニーズレストランの旦那さんがあなた行こうっていうことで、じゃあ私も飲むのついていったんですけどね、それでついていきまして、その人が勝ったわけなんですね。勝って、じゃあ一杯飲み行こうとおごるからっていうことで街に出たわけなんですよ。それでたまたま入ったクラブがですね、でパッと入ったら真ん中だけ一点がですね明るいんですよね。それでそこに触りましてね、ウイスキーを注文しまして、それでですね私飲んでたわけなんですよ。そうすると私もおごられたもんですから、私もなんですかおごり返すというかね、飲んだそのうちにですね、手がさっと僕のももに触っていくんです、手がね。でよく見ますとね、周りをじーっと見ますと今度女性がいっぱいいるんですよ、そこのクラブに。最初は暗いもんだから周り気がつかないですよ。そういうわけで偉いところに入りましてはそういう思い出がありますね。それとすぐそれからすぐオフィスの方に連絡取れまして、ビーチの方の近くでですね、ホテルというかマンションを貸していただきまして、そこで100メートルぐらいですかね、ビーチは。そこの快適な毎日日光浴そこでしたりトレーニングしたりして、試合地はまたそんなにあそこは遠くないんですね。で週3日休みで、あとは試合ということで、まずは下にはプールがあるし快適そのものになってる。女性がいなかったので時間持て余しましたけど、それとですね、もう一つ思い出があるのはしばらくしましてホテルで私試合の前にいっぱい飲んでたんですよね。日本の音楽を聴きながら飲んでたわけですよ。でどっかに変なくすぶった匂いがするわけなんですね。それで玄関の方へだんだん行くわけですよ。でパッと戸を開けたらですね、もわーっと煙がなんですか鼻に変わってきたわけですね。それでこれは火事ですね。要するにじゃあ困ったと思ってバッとタイツだけ持ってね、3階ですから飛べるわけです。トイズ体にねパッと見るとトイズ体に降りていこうかなと思ったんですよね。それでそのうちに気がつきまして、まだ周りにいっぱいいますから気がついてないんじゃないかと。だからブロークンイングリッシュでですね、戸を開けおい火事だぞって言いましてね、そのうち飛び降りようかなと思ったら、要するにその火事現場の人がですね OK やんだからってことで一安心したわけなんですけど、それでもう一つプエルトリコで思い出があるのはビザが切れましてね、それでサンドドミンゴの方に私ちょっといっぺん出たわけなんですね。それでサンドドミンゴはですねなかなか柔道の先生にですね500回になったんですよ。それで柔道の道場の上に私泊まらせていただき、その前が自分の自宅なんですけど、それで私何もお世話になりっぱなしでできないもんですから、先生が家に帰ったらビールだけ飲む、ビールだけ私5本ぐらい毎日ね一緒に飲みましょうということで、先生と日本の話を語りながら、人生を語りながら飲むわけですよね。飲んでるうちに奥さんがだんだんなんだ先生となんか
口喧嘩というかそういうことになってですね、なぜか言いますと、その居候がよくそこに500回になるわけなんですよ。それでたまたま積もり積もったとこ私が行って酒屋クラブはなんだかんだやるやつね。それで結局まあそういうことになり喧嘩になりまして、でも浜口ってはそういう男じゃないってことを何だか言いまして、それで帰る時にその先生がそのビザをちゃんと取ってくれましてね。で最後の飛行場まで送っていただきまして、先生もう私もう時間がないですから飛行機乗らない遅れますよって浜口が前一杯ビールもう一杯いけるからってことで、その先生はいろいろ目には涙を浮かべて、浜口がまた来たらね俺ちゃんとしてやるからないことで先生と別れたそのサンドドミンゴにはそういうまたプエルトリコそういう思い出があるんですよね。はい、プエルトリコではトーナメントで確か3位に入賞してですね、でこの2回の海外遠征で、自分で何かを掴んだという感じはありました。その海外というしにまた私日本にずっといまして、また日本の良さっていうのを海外に出まして、また日本の良さってもういろんな面で感じる部分が多くありましてね、本を海外にいてやっぱりちょっと時間がある時は日本の本をたくさん読んだりしまして、三島由紀夫さんの「はがくれ」とかね、これはまたたまたま女房がその「はがくれ」っていうのを送ってくれたんですけど、そういう分ね私自身の人格とかそういうものはいろんな部分で書いたりした部分もありますね。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。